ちらは乾燥きくらげです。ちなみに今は春雨茹でる6時間前ですよ。このレシピの使用量は乾燥の状態で 6g なんですけど、この量だけ仕込むのはちょっとバカバカしいので、私はいつも3回分ぐらい一気に戻しちゃいます。きくらげが浸るぐらいの量の水につけます。そしたら冷蔵庫で6時間ゆっくり戻していきましょう。はい、そしてきくらげなんですけど、30分ぐらいぬるま湯につけて戻す方も多いと思うんですが、ぜひ冷水でゆっくり戻してみてください。まず旨味が逃げないっていうのと、食感のプリプリさ加減が全然違います。ちなみにきくらげは最初からこんな感じで細切りになって売ってるタイプもあります。その方が漬ける時間も少し短くなりますし、後で切る手間も省けるので、よかったら参考にしてください。はい、ではまず人参ときゅうりを切っていきます。どちらも細切り。人参は火を通すわけではないので、太くしすぎないように注意してください。きゅうりと人参を同じボウルに入れたら、塩小さじ1杯加えて和えていきます。野菜の水分を出したいので、このまま 2,30 分放置していきます。続いて錦糸卵作っていきます。これはぶっちゃけなくてもいいです。皆さんにお任せします。フライパンに油を薄く敷きます。温まったら超低温に落として流す。均等な厚さに広げたら、卵をゆっくり乾かしていくように焼きます。触ってみて指にくっつかなくなれば OK。 そしたら破かないように丁寧に剥がしていきます。なるべく細く切りましょう。お次はハム。これは 5mm 幅ぐらいにカットしましょう。こちらは6時間冷水で戻したきくらげです。これを沸騰したお湯でさっと湯がいていきます。だいたい1分ぐらい加熱したら冷水に取りましょう。きくらげも細切りにするんですが、大きめのカブは石突きの部分がちょっと硬い場合があるので、触って硬さを感じたらカットします。千切りにしたら今日使う分は取っておいて、残りはラップに小分けしてジップロックに入れて冷凍保存すればいつでも使えます。きくらげ使っている料理で五目あんかけ片焼きそばもありますので、よかったらご覧ください。はい、ここでやった春雨。これはリードルで買いました。この商品は5分茹でって書いてありますが、メーカーによって書いてある茹で時間が違うので、皆さん各自チェックしてください。ざるにあげたら水で洗ってぬめりを落とします。春雨を絞って水分を切っていきましょう。一回ギュッとしたらキッチンペーパーでもう一回やるのがおすすめ。春雨を適当な長さにカットしていきます。それでは合わせ調味料を作りましょう。今回は大さじでの計量がおすすめですが、グラム表記もしておきます。醤油大さじ3、ごま油大さじ3、米酢大さじ3、砂糖大さじ1、これらを混ぜるだけ。そしてこれはからしです。これは入れても入れなくても OK です。入れるなら私はスプーン1杯ぐらいの量入れます。はい、こちらは今回使用しているお酢です。 100% お米で作られた純米酢。ちなみにこれはワルシャワのヤポニアセントラルナさんというところのオンラインショップで買いました。そんなに安くはなかったんですけど、やっぱり旨味やコクが全然違います。美味しい。だけどこれどこでも買えるわけではないですし、別のもので代用したいっていう方もいると思うので、その場合はこちら、代用するなら白ワインビネガーがおすすめです。はい、そしてこちらはイングリッシュマスタード。今日私がからしの代用にしているものです。イングリッシュマスタードが一番日本のからしの辛みと味に近いです。そしてこれはポーランドのロレスキという会社のものなんですけど、
結構リーズナブルで美味しいです。世界のいろんなところにポーリッシュマーケットってあると思うんですよ。そういったところで取り扱いがあったりするので、よかったらぜひ探してみてください。具材を合わせていきますが、まずは野菜から。塩もみして出た水分をさらに絞ります。続いてハム、キクラゲ、卵はまずは春雨以外の具材を先に混ぜましょう。春雨を先に入れちゃうと春雨が調味料を吸っちゃうので、この順番が大事です。そして春雨と白ごま、あとはもう混ぜるだけ。卵は最後に散らすと綺麗。ぜひこの夏のメニューの参考にしてください。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします。